All right, let's get started. Happy New Year, everyone. It's very good to see familiar faces. Well, what I'm seeing is just a camera and my phone, but hopefully there will be someone leaving a comment to say hi or just your thought about watching the video. さあ、新年皆様新年明けましておめでとうございます。年もね、明けて皆様のお顔見れて嬉しいですと言いたいところですけれども、今私が見ているのはカメラと、それからね、自分の携帯をね、このライブストリーミングのために使っているんですけれども、そうですね、今日はちょっとまったりと30分、40分、それぐらい、こうお話をしながら、誰かこんにちはって言ってくれたらしようかなと思ってるぐらいのライブ配信なんですけれども、もしね、ご視聴いただいていて、明けましておめでとうございます、みたいなメッセージ残していただけたら、それにね、おめでとうございます、みたいにさせていただきたいなと思っているんですが、いかがですかね。こっちの方は、私は、年明けの仕事、診療自体はね、1月の11日から始めるんですが、その前の週末土日には JSAPD、Japanese Society for American Postgraduate Dentist or something like that. I don't remember the exact abbreviation of it, acronym of it. But、そこでの JSAPD での講演が今年初めのお仕事になります。それまでは何をしているかというと、基本的には講演の準備をするんですが、その他に執筆であるとか、あと今日の仕事でね、私自身がこれやろうかなというふうに考えているのは、自分の YouTube のチャンネルの編集ですね。これは YouTube チャンネルの名称をね、変えようかなというふうに思っていたりとか、新しくね、チャンネル作るとかそういったつもりはないんですけれども、チャンネルの名前を変えたりとか、それから今まで配信していた動画のタイトルとか、それから概要欄ですね。そういったところをちょっと編集して、検索とかに引っかかりやすくなるかなと思って、ちょっといろいろ試してみようかなと思っています。今日それを行いますんで、もしね、そんな見ない、それ以前の前に、チャンネル登録まだしてないですよ、なんていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、今のところは Bilingual Off-Palm Channel、Bilingual Orofacial Pain and Oral Medicine Channel というのが私のチャンネル名になるんですけれども、こちらまだ登録してないよという方いらっしゃいましたら、ぜひご登録いただけたら嬉しいと思います。あとね、もし誰か見ていて、今年ね、こういったセミナーないんですか？あるいはこれから始まるセミナーについての具体的な質問だったりとか、何かありましたらコメントをね、随時出していただければ私もそれに回答していこうかなと思います。コメントとか質問がなければだらだらと、3、40分ぐらいここで少しまったりとねお話でもしようかなというふうに思っているのが今回のライブ配信になります。人もあんま見てないのに明けましておめでとうございますなんていうのもちょっと寂しい感じはありますけれども、誰かコメント残してくれないかなみたいなさあ、それではですね、よいしょ。よし。まず一番初めに、これから始める、Spark Medical Presentation Workshop Hybrid。Spark メディカルプレゼンテーションのハイブリッドコースについての説明をさせていただきます。今までこのプレゼンテーションワークショップというのは、スパークメディカルプレゼンテーションワークショップはプレゼンテーションスキルの道場ですというのをコンセプトに、本当に出張のね、クラスも含めて、かれこれ300名以上の方が受講してくださっているんですね。出張コースで具体的に言うと、今までやったのが、これは1回のね、講演とかではなくて、最低4回、私が伺って行うセミナーだったんですけれども、名古屋、大阪、それから、松江、島根県の松江ですね。松江、
昨日かな、なんか JR 松江駅で人の殺傷じゃないかな、なんかナイフで刺されるちょっとトリマー的な事件があってね、大丈夫かなと思って見ていたんですけれども、松江だったりとか、それから岡山コースもありましたね。岡山コースもあって、四国は徳島、香川もありましたし、さらには九州の方に行くと、北九州、福岡、それから熊本、さらには長崎、宮崎、鹿児島にもいましたね。のクラス、鹿児島クラスは出張のワークショップをしてないか。といろんなところでプレゼンテーションのワークショップをさせていただいたんですが、これはどんなコースかというと、いろんなところにね、もう本当に本屋さんでも行くと本棚びっしりとプレゼンテーションの方法、スライドはどうやって作るとか、人の興味を引きつける話し方とか、いろんな本があると思うんですが、実際にね、それをこうやって読んで、よし、上手くなったぞっていう人はね、やっぱ一握りだと思うんです。どういう意味かっていうと、プレゼンテーションっていうのはあくまでもスキルであって、知識じゃないんですよ。知識だけでいいならば、もう本当に本を読んだりとかね、暗記とかしてそういったものを積み上げていくことはできるんですが、実際にそれをアウトプット、使おうとしようとしたときは、これはスキルが必要になります。皆さんが学生の時に、形成の時にね、テーパーは何度でクリアランスが何ミリで、じゃあナイフエッジだ、シャンファーだね、ショルダーとか、マージンの形態だとかね、そういったことを学んで、じゃあそれがすぐできるようになるかっていうと、そんなわけはね、もう当然ないんですよ。やっぱそれが実際にきれいにできる前、何回も練習をして、さらには失敗をして、間違いを指摘されて、それをまた練習していくことによって上手くなっていく。これがスキルなんです。だから私がじゃあね、野球の本を片っ端から読み漁って明日から二刀流でメジャーリーグに挑戦できるかっていうとね、夢のような話ですが、もちろんそれが実現できないのと同じように、プレゼンテーションっていうのはこれを読んだから聞いたからできるようになるわけではありません。この Spark Medical Presentation Workshop っていうのは道場といったのは、このスキルを磨くための場なので道場というふうに呼んでいます。なので皆さん1回のね、ワンクール4回のセッションになっているんですが、それを毎回ね来るとプレゼンをしてもらうんですよ。プレゼンをして、さらには私のレクチャーというのを挟んで相互評価、さらには私からのフィードバックとか、そういったことを行うのが私のワークショップなので、だからもう本当に道場というふうに呼んでいます。今までは実際現地で指導するのが基本だったんですが、ただね、やっぱコロナの影響もあって、私がじゃあホイホイとね、いろんなところに飛んで、ね、ウイルスをばらまいたりしちゃうような事態になるというのはね、それはもう本当に不本意なことですので、それは基本的に行いません。今後はハイブリッドというのはどういう意味かというと、現地にもちろん来ていただいてもいいんですが、遠方の方はオンラインで参加できるようにカリキュラムを組ませていただきました。なおかつ私の講義というのは事前配布の動画教材として、その質疑応答の時間を実際のワークショップの時間に当てるというふうな工夫もしています。今まではホワイトベルト、ブラウンベルト、ブラックベルト、紅白ベルトというふうにレベルが分かれていて、それぞれのベルトの同じレベルの人たちが同時にね、8名受けなくてはいけなかったんですが、そもそもね、私の教える内容っていうのが、パーソナライズ、つまり個々に事前に配布するようにできれば、別にね、ホワイトベルトの人とブラックベルトの人が一緒になってワークショップをしたって全然問題ないというのが元々のスタイルです。なので、これからのハイブリッドコースというのは、もうみんながホワイトベルト、みんながブラウンベルトとかではなくて、いろんなレベルの人が集まってワークショップを行う。よりね、道場に近い形になります。ホワイトベルトの人はもっとレベルの高い人たちのプレゼンを聞くことによって、いろんな刺激を受けることができると思いますし、さらにはもっとね、レベルを研鑽を積み重ねてくださった方々は、じゃあもっとね、始めた人たちに対して有益なアドバイスをできるようになる。
それがこの Spark Medical Presentation Workshop Hybrid のコースになります。今まで出張のコースの時は誰かがね主催者となって8名人数を集めて、それで日程を組んで私が行きますという形で行っていたんですが、このハイブリッドコースは出張はしないんですが、オンデマンドのクラスを組むことを可能といたしました。どういう意味かというと、やはり同じように誰か1人あるいはグループが主導して8名の受講者を集めていただきます。それで8名の受講者集まりましたよというご連絡をいただければ、じゃあ日程組みましょうねという形で4日間の日程を組んでそのワークショップを行っていくというふうになっていきます。なので私がじゃあ次のクラスはこんな日にちの募集になりますみたいなところにここでお申し込みいただかなくても、いやもうちょっとやりたいから自分で8人集めてちょっと申し込んじゃおうっていう方いらっしゃいましたら、どしどしご連絡いただければと思います。このプレゼンテーションワークショップは一人でね飛び込んで参加していただくって、これは確かにすごくいいんですよ。なぜかというと、やっぱ知らない人の前で話す、それが緊張するから練習したいんだっていう方もね、もちろんいますので、それの練習をする場にはなります。そして、自分のネットワークをね、広げるというふうな目的も達成することができるので、一人でね、ワークショップに飛び込んでいただくっていうのは、これはね、すごくいいことです。しかし、今言ったオンデマンドで、クラスを組む。つまり、自分の身の回りの、ね、8人を集めてお申し込みをいただくっていうのも、これもねすごくいいと思うんです。なぜそれがいいかというと、今まではね一人で飛び込んじゃうと、そこのワークショップで会ってよっぽど仲良くならなかったら別のところでまた会ってなんかねやろうねってことにはあんまならないと思うんです。しかし8名もう例えば自分のスタッフであるとか周りのドクター8名集めてやりました。じゃあ、プレゼンテーションワークショップで学んだことをその8人の中で、ね、反数、復習して、お互いに指摘し合って、なんていうこともできるようになりますので、8人自分で集めてお申し込みいただくっていうのもね、すごくいいことだと思います。なので皆さん、こちらね、本当に各自、各々に合ったスタイルで構いません。柔軟に対応することができますので、ご連絡をいただければ、いつでも対応させていただきます。連絡先はもちろん Facebook のメッセンジャーとかでも結構ですし、あと、調べれば私のポートフォリオ、プロファイル、そういったところから、メールをね、くださっても構いませんので、お問い合わせ、そしてお申し込み、そういった、ご連絡はどんなタイミングでもいただければと思います。こうやって、スパークメディカルプレゼンテーションワークショップのハイブリッドコースからは、今まで同じコース、クラスで、しかも紅白ベルトっていうのが終わると、一応これで免許皆伝で終了っていう形にしていたんですが、一応すでにね、紅白ベルトを取った方も受講いただくことは可能です。やっぱね、最近ちょっとプレゼンテーション自分で研鑽する時間がね、少なくなってきたな。なんか練習の場ないかなという方は、これ参加いただくと、もちろん自分のプレゼンの練習にもなりますし、さらには他の方々のフィードバックの練習というふうにもなりますので、もう本当に紅白ベルト習得している方も、本当にどんどんね、ご連絡いただければなというふうに思っております。さあ、これが今、ワークショップについてのお話をちょっとさせていただいたんですが、そうだな、今のところね、見てくださってる方もいるけど、コメントは上がってきてないですね。一応新年明けまして新年おめでとうございますですね。なんか、日本語って難しいですよね。私、英語も喋るんで、なんか変な日本語言ったときはね、いやいや、英語が得意なもんで、みたいな感じで言い訳をしちゃったりするんですけれども、ね、新年おめでとうございますか、明けましておめでとうございます、どっちかなんですよね。これも私、大学生になって調べるまで知らなかったなんてね、ちょっと恥ずかしい話ですが、皆さんお気をつけくださいね。Facebook で新年明けましておめでとうございますなんて書いてる方もね、ちらほらっと見ちゃったりしますんで、それはね、全然堅苦しいこと考えなければ全く問題はないんでしょうからね。
よし。それでは、今ちょっとね、視聴いただいている方が途絶えていますが、この、今録画している動画、このライブ配信は、後日 YouTube の方でもアップしますので、もしね、これなんか、ちょっと見逃しちゃったなーって、ご飯、どうしても友達としてて、こんなの見れるような暇な時間じゃなかったんだよっていう方は、YouTube の録画を公開したものをね、ご視聴いただければというふうに思います。今までのことは、Spark Medical Presentation Workshop、ワークショップの話だったので、すべて日本語でお話をしていましたが、英語もね、絡んでくるようなところになれば、日本語と英語両方でお話をしていこうかな、なんても思っています。火がね、ここちょっと消えちゃうとすごく寒くなるんで、少しまたちょっと追加をしておこうかな、なんて思いますね、今のうちにね。さてさて、中川二郎 is watching これ本当にね、見ていただいても、Facebook のね、ニュースフィードをスクロールしてパッと見るとね、名前がここにポーンって出たりするんですけど、二郎さん見てんのかな。皆さん見ていただいている方、明けましておめでとうございます。Happy New Year! If you want to leave a message, please feel free. なんかメッセージね、明けましておめでとうございます。でも何でも結構なんで、なんか打ち込もうかななんていう稀有な方がいたら、打ち込んでいただければと思います。さあ、それでは、さっきね、Spark Medical Presentation Workshop Hybrid のお話を少しさせていただきました。これ、録画もされているので、なんか内容ちょっとまた見たいなと思った方いらっしゃいましたら、私の Bilingual Orofacial Pain and Oral Medicine Channel、そちらの方をご視聴いただければ、一応これね、振り返りで視聴することが可能です。それでは、これからまた始めることについて、ちょっとね、解説をしていきますが、I will probably make some changes to my YouTube channel. If not later, probably today. What I'm thinking of is trying to change the title of my channel. It is currently Bilingual Orofacial Pain and Oral Medicine channel. I opened the channel about 10 years ago and it has stayed this way for quite a long time. But because, off palm, nobody knows what it means. So if it fits on the limitation of letters, I will probably name it like Dr. Ando's Orofacial Pain and Oral Medicine channel. We'll see. 今、これからどういうことをするかというのをちょっと話していきますが、まず時間があれば今日、もし間に合わなければ明日以降になるかもしれませんが、私の YouTube チャンネルの名前を変えようかなと思っています。今はバイリンガル OFPOM チャンネルなんですけれども、やっぱね、OFPOM ってなんだって思ったりとか、検索でね、こんなの引っかかってくるわけがないので、なんで、おそらくね、例えばドクターアンドの、オロフェイシャルペインオーラルメディシンチャンネル、口腔顔面痛口腔内科チャンネルなんていう風にしようかなという風には思っているんですが、文字の制限とかそういったものをどれぐらい合うかというのに応じてちょっといろいろ試してみようかなという風に思っています。それから今後アップロードしていく動画にも少し変更していきます。今までは YouTube ショートの動画は1分間のね、縦撮りの動画で上と下に英語と日本語の字幕がね、書いてあるものをいっぱいアップしてるんですが、これはそのままアップしていきます。ただ、今やってるアーティクルレビューセッション。
これは日本語と英語両方で私が解説をするんですが、やっぱね、こう日本語と英語両方で、例えば20分日本語のものをやろうとすると結局動画としては40分になっちゃって、なかなか長いと。なおかつ、どこで日本語、どこで英語喋ってるか、ね、パッと見わかんないんで、やっぱ皆さん見づらいんじゃないかなというふうには常々思っていました。なので、今後はね、おそらく日本語か英語、どちらかの言語で、通しでお話をして、それを、録画して、それを後日配信というタイミングで字幕をつけてお送りしようかなというふうに思っています。なので、やっぱり編集っていうのは時間が必要になっちゃうんですよね。それがあるので、公開までは少し時間が必要になってしまうかなとは思いますが、皆さんにね、見やすい動画をやっぱ上げていった方がいいだろうなと思って、そこにちょっと時間を割いていこうと思っております。What I just spoke in Japanese is that I've already talked about changing the title of my YouTube channel, but I am currently thinking of modify the way I record my article review session too. Currently I am recording in 2 languages, so I speak something in Japanese and I'll try to translate and say the same thing over in English. But if I do that, the 20 minutes lecture is going to be 40 minutes because I have to say the same thing in English and Japanese. Also, people watching will probably have hard time finding where I'm speaking Japanese and English because it's not really well edited. So the only good point about doing this recording in both Japanese and English is that it takes less effort for me to edit, and I can upload the video as soon as I can. But what I decided to do is I will record this article review session in just 1 language. So, it can be in Japanese or English, depending on, I don't know how I will decide which language I'm going to speak, but I will do the recording in just 1 language. Then I will probably use or put a subtitle in a different language. Well, that is going to take a bit of time for editing, and I probably will not be able to upload the video as soon as I'm finished with the recording, but I thought that would be easier for everyone to follow, and uploading a video which is easy for everyone to watch is probably the most important thing I should do. So that's going to be one of the changes I am going to make on my YouTube channel. Well, let's see. I don't know how many videos I uploaded in the past few months. Let's see. So it was 4 months ago I started to do this article review session and try to do a live stream or upload videos regularly. Well, first 2 videos in 4 months ago was just a review, but okay, let's see. So October, November, December, in the past 3 months, I uploaded 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 41, 2, 3, 4, 5, 51, Huh. All right. So in the past 3 months, I uploaded 52 videos. I'm pretty impressed by what I have done in the past 3 months. But I probably will not be uploading that much, that frequently. But I will keep on doing this. Now I am
I've continued for 3 months and now it's becoming my habit. So I will try to record and have my assistant staff edit the video, editing, because I'm the only bilingual person around and I am going to do all the subtitles and things like that, but editing, my staff can do it. People can help me. So hopefully I will have some time to sleep. I'm really tough. But I will try to upload as frequently as I can. 過去3ヶ月ね、動画何本レコーディングしたかなと思ってパッと見てたんですけど、52本。なかなかね、結構いい数字になりましたね。その割には登録者数伸びてないんで、皆さん登録してない方いっぱい登録してくださいね。頼みます。これ登録していただくと私の励みにもなりますし、どれぐらいの人が見てくれてるかなっていういい指標にもなります。結構ね、視聴のカウントは上がってるので、だからあとはね、登録してくれよなんて思ったりしてますんで、今ね、新年から皆さんにおねだりしてますけれども、ぜひ見ている方いらっしゃいましたら、私の YouTube チャンネルに登録をよろしくお願いします。What I just said in Japanese is that I have published 52 videos in past 3 months, but people who have been subscribing to my channel, it has been increasing, but not to the point I am satisfied or happy. So I am begging you or asking you to subscribe to my channel if you like the video. That will keep me motivated to upload the videos and also to have an idea of how many people are watching and thinking these information is helpful for them. Okay, so I am gonna switch to Japanese. 今、私 YouTube チャンネルの話をちょうどしていたんですけど、皆さんにね、ちょっとお気をつけいただきたいのが、私が YouTube チャンネルで今公開をしている動画っていうのはあくまでもアーティクルレビューとか論文のレビューなんですよ。なので、私がね、この論文はこれを読んでどういうふうに解釈したかというお話をしているわけではなくて、私が探した中、こういった文献がありましたよ、こういった研究が行われて、こういうふうな結果でしたということを皆さんに提示しています。ここで気をつけていただきたい点が2つ。1つは、情報は古くなる可能性があること。なので、公開された日時がいつだったか、そして参考文献必ず載せておりますので、それがどの年のものなのか、そういったのをちゃんとチェックしてチェックして解釈をするようにお願いします。そしてもう一つは、私のね、アイディア、解釈したものをお伝えしているわけではないので、まあね、安藤先生はこんなこと言ってましたよって言われても、私はね、論文でこんなこと言ってましたよってやってるだけなので、そこのところはお気をつけください。実際に私がじゃあその論文を読んで、こういうふうな解釈です。こういうところに活かせます。こういうところが問題だと思います。そういったお話は、私の個人のセミナーで行うものと思っておりますので、これはね、私2つちょっと別々で分けています。What I just mentioned in Japanese is that there are two things I want you to be careful watching my videos uploaded on YouTube. One is that the information can be outdated, meaning, it can be old. If the video I posted is from like 10, 20 years ago, the information I'm basing or talking about is also 10, 20 years ago. And it may not reflect the most recent data. So if you are watching the videos, especially my YouTube Shorts or article review channel, please be aware of the citation and the date of my published video. So, you will not get fooled by the old information provided long time ago. And the other thing I want you to be careful is that all I'm doing on my YouTube channel is
okay, I read this article and this article says this. This is a data they did this kind of research, and this is a data they acquired from the study. So I am not trying to explain about my insights, what I think about the data, if the study was legit, or you should be doing this to your patient or not. I am not talking things about those stuff. So the reason why I don't do that on YouTube is because if I were to talk about my inside professional comment, or understanding, description, the lecture, then all those things I am going to talk in my private seminar, not on YouTube channel. So if you are interested in learning about orofacial pain or medicine, more comprehensive information about this field, then stay in tune. I will regularly update or provide information about the seminar or the lecture I will give, and that might be more informative for you. That might be the information you are looking for. Currently, I haven't really published or provided seminars in English using these online contents. But this year, I am thinking of hosting 1 or 2 event seminars, which I will lecture in English, and I will target not only Japanese doctors, but doctors from abroad. It can be from the States, or people living in Asia. So I will post that on my Facebook, or probably on my YouTube, things like that. So stay tuned. For the same reason, I am limiting this orofacial pain and oral medicine rounds. I am keeping this group for myself and other specialists to share more professional insights and comments, knowledge. So that's why I don't really try to lecture things on YouTube. Orofacial pain oral medicine rounds. This group is targeting Asian doctors that is practicing in Asian countries, like of course Japan, but China, Singapore, Philippines, Taiwan, area in a similar time zone. So it's easier for us to gather around and share cases and discuss about the specialty, about conditions related to orofacial pain and oral medicine. I had been quite busy for the past few months, and I haven't really done anything on this group since the previous free webinar, but I am going to start setting dates for our new meetings. So I will post it on YouTube, Facebook, and if you want to bring your friends, you are more than welcome to do that. So please stay in tune. 今お話ししたのが OFPOM ラウンドのグループですね。3ヶ月ぐらい前にフリーのウェビナーをやったんですけど、ちょっとそれから私忙しくなってしまって、それからね、このグループでは進展があまりなかったんですが、これ、年も越しましたし、時間も少し取れそうなので、このグループでの活動をね、本格化させていきたいと思います。何をするかというと、これからのね、ミーティングの日程を組んだりとか、より積極的な、広告活動、啓蒙活動、啓発活動、そういったものを、開始していきます。なので、口腔顔面痛、口腔内科、この分野にご興味のある方は、私がこれから公開する情報をね、見逃さないようにお願いします。Alright, so what's next? I am thinking of starting international consultation
international consultation, well, people living in Japan, the patients I see in my orofacial pain and oral medicine clinic, I get patients referrals or patients visit me from all over Japan, from Hokkaido, from Ishigaki Island, which is part of Okinawa. People come from Okinawa, Kyushu, Nagoya, Osaka, Kyoto, Kobe, ね、北陸は岩手とかね、people do visit my clinic from all over Japan, but it must be really hard for people living in abroad to visit us. I've had patients visit us from Singapore, Taiwan, China, one from LA, directly to my clinic, but I haven't had that for the past 2 years since the start of COVID. What I'm thinking of doing is starting an international consultation. So I will charge my consultation fee in PayPal, but any patient can schedule an appointment using Zoom or any type of telecommunication tool to explain to me about your symptoms, and hopefully I will be able to guide you to a proper or someone who is knowledgeable enough to solve the problem of a patient. It could be a orofacial pain specialist living near you, or it could be or a pathologist, surgeon. It could be like neurosurgeon or neurologist. But if you can explain to me your symptom in details, of course, I will have sets of questions for you to answer in order for me to understand your current symptoms or condition more properly. Then, hopefully I'll be able to guide you to someone who is capable of treating your condition. 今ちょっとねお話をしていたのが、インターナショナルコンサルテーション、海外の患者さんの診察についてですけれども、私のクリニックはね本当に全国からもう北は北海道、南は石垣、本当に岩手だったりとか名古屋、大阪、京都とかね、九州、福岡、宮崎とかいろんなところからね患者さんいらしてくださっているんですけれども、海外からはね今までは中国、台湾、シンガポール、それからロスとかねもう患者さんいらしていただいたこともありましたが、それは、コロナが始まってからちょっと難しくはなっています。で海外の患者さん向けに、遠隔のねコンサルテーション、診察とか、問診、カウンセリングですね、そういったセッションを設けようと思っています。ペイパルで診察あるいはカウンセリングフィーを振り込みいただいて、私の方からは問診を行って、診断とかねそういった状況の判断に必要な事項をしっかり教えていただいて、じゃあ周りでねこういったところを受診すればいいですよ、こういった治療が推奨されますよ、そういったことを、おそらくお話しするようなスタイルで行おうというふうに思っています。それは今年必ず始めるということになりますので、もしもねご興味のある方いらっしゃいましたら、ご相談いただければと思います。実はこの口腔顔面痛のね口腔内科になってくると、実際に口腔内のね診察、本当に視診だけじゃなくてね触診もすごく大切なんで、こればっかりは直接見なきゃいけないんですが、口腔顔面痛の分野になってくると、状態をねしっかりと必要な情報を患者さんから聞き出すことができれば、ある程度ね診断に近いような状況まで持っていくことができる場合も少なくないんです。なので、それをね行っていくんですけれども、これは病気のことを知ってれば、それをね聞
けるのか、そうではないんですよね。私がこの口腔顔面痛の本当に特化した診療スタイルになってからもかれこれ10年ぐらい経つんですけれども、この10年の中で痛感しているのがやはりコミュニケーションスキルの大切さになります。患者さんにこう話を投げかけるタイミング、聞き方、その時間をコントロールして限られた時間の中でどうやって話を聞き出すかとか、これすごくみんなできているようでできていないスキルなんだなというのを実感しています。なので、同じ専門医、オルフェイシャルペインの専門医に見てもらいましたというふうに言われても、こういった人とのやり取りがうまくない人もいますので、ちょっと不信感とか覚えている中でお薬が出て、それに対する副作用が過剰に捉えられてしまうと、うまく治療が進まないで終わってしまったなんていうケースも十分考えられますので、良好な患者さんの関係を築き上げるこのスキルっていうのも、これをちょっと具現化してセミナーの中に組み込んでいこうかなというふうに思っているのも今の状況ではあります。What I just said in Japanese is that this orofacial pain is quite an interesting field. Like oral medicine, like oral pathology, you have a lump in your lip, or you have this lesion in your mouth, and you're concerned. Why is my face so? Okay, that's back. Okay. The skill which is crucial for this field of orofacial pain is a communication skill. Some doctors are so blunt and they are really good at pissing patients off. It's like these treating the patients who's been suffering with this pain for like over 10 years and has gone to 20, 30 doctors and still not finding a right treatment and still suffering from this symptom. You can't treat these people as same as someone who's had a cavity for like this pain for like 2-3 weeks ago, and then you drill a tooth and this pain will go away. No, you're not dealing with the patient like that. Things are a little more complex. But I am not asking everyone to be like a school counselor or psychologist. No, it's not to a point that I would say you require a skill of a psychologist, but you need a decent skill of patient communication. You have to have this mindset of understanding the patient's pain and feel as if you've had the same symptom the patient is explaining for so many years. After that, you would be able to ask the right question and communicate properly with your patient. Some doctors, because I understand we have limited time, but with limited time, we have to utilize this limited time in order to gain a maximum information and provide right set of education. So this is an important skill which is really hard to find on a book. I am trying to come up with like not a textbook, but some type in a written format talking about this skill set. Hopefully I'll be able to write both in Japanese and English, but I will try my best to finish that this year. I still have 364 days. Wait, is this year leap year? No, I don't remember, but I hope I can really use that one extra day. But it's an important skill, and
hopefully I'll be able to, show some guidance to it. All right, so those are the things I had in mind. And unfortunately, nobody's wishing me Happy New Year. Of course, I do it. I'm like, this is a lunchtime in Japan. I'm doing this live stream in Japanese and at noon to 1. So it's lunchtime for everyone. People had been liking my my live stream, so I'm very happy. But it would be nice if I can see one Happy New Year comment. 今ね、これ日本ではちょうどお昼の時間なんで、残念ながらね、明けましておめでとうの言葉なんか誰からも来てねと思ってちょっと残念がってるんですが、そうですよね。ちょうど12時からね、笑っていいともばりに、それの前で今放送が終了するのかバイキング、お昼の番組並みに流してるんで、昼飯食いながらチラッと見てくれる人いたらいいかなって思ったような時間でやってるんでね、あまり期待はしてなかったんですけど、誰かね、明けましておめでとうぐらい書いてくれてもいいんじゃないかななんて今見てるんですが、いいねしてくれた先生方いっぱいいますんで、どうもありがとうございます。よし、これでね、12時から始めてもうすぐ1時なので、今日はね、いい天気なんでちょっと走り込みでもしようかななんて思ってますが、年末からね、ちょっと2月、もしかしたらチャンスがあれば、ボクシング、アマチュアの親父ファイトに出場しようかななんて思ってたりするんですが、今日もね、ちょっと8キロぐらい山道を走り込んで、昨日もね、やりましたよ、坂道ダッシュ。坂道ダッシュ、だいたい250メートルぐらいかな。結構急な坂道があるんですけど、そこをね、ダッシュで駆け上がって、で、歩いて戻って、またダッシュで駆け上がって、昨日は4本だったから今日は6本ぐらいやろうかななんて思ってるんですけど、トレーニングしてね、今年も自分を頑張って追い込んで頑張っていこうと思っております。今年、今の英語って言った方がいいのかな。So, it's 1 p.m. right now. It's such nice weather today. I'm thinking of going out for a jog. I'm gonna go out and run for about like 5 miles up in the mountain. And yesterday was a New Year's Day, right? New Year's. But I did some 250 meter sprint up the hill, just 4 sets yesterday. So I probably will do like hopefully 6 if I don't die today. And I'm just hoping my legs will last. I'm planning of entering this amateur boxing fight called Oyaji fight. Oyaji is means not uncle, but like middle-aged guys in Japanese. But there is a division for people who are older than 30. Start from R30, it's like rated 30, rated 40, rated 50. So I'm trying to enter this the 30-year old range. I currently weigh about 64 kilograms. I don't know in pounds. When I was not boxing, I normally weigh at around like 68 kilograms. And when I was not boxing, my weight went up to like 74, and I was really round and chubby. Looking at my photos from 2-3 years ago, and I was like, not 3-4 years ago, I looked so round. But now I weigh about 64. I'm going to enter this division in a lightweight division, which is not lightweight, super featherweight. So this weight range is from 58 to 60 kilograms, I think. Is it 61? I really hope it's 61, but probably not. When I was not eating as much as right now, last year, I weighed at around like 61 to 63 kilograms. So,
thought I could go down to like 58, but my body weight, the fat percent, I don't know, 体脂肪率なんつうんだな。My percentage was quite low at like 61 kilograms, so I don't know if I can, cut my weight down to below 60. And I haven't really done that since my college days. So that's when I was like 19, 20 years old. I am now 37, so almost twice as I used to be, but fortunately my weight is not twice as much. We'll see what I can do. 今、親父ファイト体重の話をしてたんですけれども、体重ね、去年はだいたいね、いつも68キロぐらいなんですよ、私のウェイトって。で、なんか、ボクシングやってなくて、で、再開するまでは74ぐらいまでね、最後上がっちゃって、すっげえその時の写真見ると顔まん丸だなとか思ってね、見てるんですけど、今は64ぐらいかな。で、ちょっと、減量してたわけじゃないですけど、今ほど食べてなかったここ数ヶ月前ぐらいは62、1とか2ぐらいに下がっちゃって、ちょっと下がりすぎだなと思って今食べて64ぐらいにしてるんですが、一応ね、親父ファイトのエントリーがスーパーフェザー級で58から60なのかな。61とかだといいんだけどな。多分60だったと思うんだな。それでエントリーしようかなと思ってるんですけど、今ちょっと正直不安なんですよ。考えてみたら大学生の時にねこうやったのも60キロ切るライト級アマチュアのライト級60キロ以下だったと思うんですね。そこまでしか下げてなかったなと思って今更そこまで下げられるかって言うとめっちゃ不安ですよね。それね18とか19ぐらいの時でね今自分37で倍以上倍近くのでね体重がね倍になってなくてよかったなとは思うんですが、なんでそこまでね減らせっかなどうだろうな。今ちょっとね今日一生懸命走り込みして、体重仕事前ぐらいに測ってどうなるかっていうのを決めようかななんて思ってます。Alright, so I think it's almost 1. I am going to wrap up this live stream. さあ1時ぐらいなんでこのライブストリームライブ配信ねそろそろ終わりにしようかなというふうに思います。Thank you very much for watching this live stream, and if you are watching this recorded version of it, thank you very much for watching this video till the end. Again, I wish you a very very happy new year to everyone, and I really hope this 2022 is going to be a wonderful year to everyone. 皆さんこれ、ね、まず配信ご視聴いただきました皆様どうもありがとうございます。それから、ね、録画したものをご視聴いただいた方も最後までねご覧いただいてどうもありがとうございます。2022年になりましたけれども改めて新年明けまして新年おめでとうございます。今年がね皆様にとって素晴らしい年になるようにお祈りしています。さあそれではどうもありがとうございました。 Thank you very much everyone. See you again.